皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルへようこそ。本日は、リハビリテーション医療大学の学生の皆さんのために、プログラミング応用、第3回として、ビデオモーションセンサーを使用したリーチングゲームをご紹介します。テクノロジーがリハビリテーションの未来をどのように変えるか、一緒に見ていきましょう。さて、現代のリハビリテーションには、大きく3つの壁が存在すると言われています。1つ目は、モチベーションの壁。単調な訓練の繰り返しで、患者さんの意欲が低下してしまうことが多々あります。2つ目は、個別性の壁。患者さん一人一人に最適な課題を常に提供し続けることの難しさがあります。そして3つ目は、評価の壁。訓練の成果を客観的かつ定量的に記録、評価する手間も大きな課題です。これらの壁を私たちはテクノロジーの力で乗り越えられないでしょうか。そこで本日の提案です。スクラッチで作るリーチングゲームをご紹介します。そのコンセプトはゲームでリハビリを楽しく、そして AI でセラピストを賢くサポートすることです。この企画の概要は非常にシンプルです。パソコンのカメラに映った自分の姿がまるで鏡のように画面に表示されます。そして、その画面上に現れるターゲットを自分の手でタッチして消していくという直感的なリハビリツールです。このツールがターゲットとする患者さんは、特に上肢の運動機能に課題を持つ方々を想定しています。例えば、脳卒中後遺症による肩麻痺の方や、肩関節周囲炎、いわゆる四十肩、五十肩、そして上腕骨筋異端骨折などの術後リハビリが必要な整形外科疾患の患者さんに有効です。では、このゲームはどのように動いているのでしょうか。 AI を支える技術について解説します。このツールは、スクラッチというプログラミング言語で作成されています。そしてその核となるのが、ビデオモーションセンサーです。スクラッチのビデオモーションセンサー拡張機能が AI の目の役割を果たします。カメラ映像から動きの量をリアルタイムで数値化し、スプライト、つまりターゲット上で動きがあったかを検知します。これにより、患者さんの手がターゲットに触れたことを AI が認識するのです。スライドには、ビデオモーションセンサーのブロックがいくつか表示されていますね。これらのブロックを使って、カメラで動きを検知するプログラムを作成します。まず、ビデオモーションセンサーのブロックの一つ目は、ビデオをオンオフ左右反転にするブロックです。この機能は、ウェブカメラの映像をステージ上に表示するかどうか、そして映像を左右反転させるかどうかを設定します。用途としては、オンでカメラ映像を表示し動きを検知可能にし、オフで非表示に、左右反転でユーザーが鏡に映るように自分の動きを確認しやすくします。リハビリゲームでは、この左右反転機能が非常に重要になります。続いて、2つ目は、ビデオの透明度をにするブロックです。この機能は、ステージに表示されるカメラ映像の透明度を設定します。0にすると完全に不透明になり、10にすると完全に透明になります。用途としては、背景としてカメラ映像を薄く表示したり、透明にして動きの検知だけを行ったりすることができます。3つ目は、ビデオモーションの時ブロックです。これはイベントのトリガーとなる機能で、画面全体の動きの強さが、ブロックに入力された式1 0から10 0の範囲を超えたときに、一度だけプログラムを起動させます。用途としては、インタラクティブなゲームの開始に利用できます。ユーザーが手を振る、体を動かすといった特定の動作をすることで、ゲームが始まるトリガーとして利用できるのです。4つ目のブロックの1つ目は、スプライトのビデオのモーションです。この機能は、ウェブカメラの映像から、選ばれたスプライトの領域内における動きの大きさをリアルタイムで測定し、数値で返します。動きの検知トリガーとして、もしなら、するなどの条件ブロックと組み合わせて利用します。用途はゲームのインタラクションで、画面に映った手をスプライトに近づけて動かすことで、キャラクターを操作するようなゲームを作成できます。例えば、スプライトが人の手に触れたときに、何かのアクションを起こす、といった具合です。4つ目のブロックの2つ目は、スプライトのビデオの向きです。これは動きの方向を角度で取得する機能で、
ウェブカメラに映った手や体の動きの方向を0度から360度の範囲の数値として取得します。用途としては、ジェスチャーによる操作が可能です。画面に映した手や指の動きに合わせてスプライトを動かすゲームや作品が作れます。例えば、スプライトが人の手の動きについていくようにする、といった表現が可能です。では、実践例として、実際に作成したプログラムの動きを見てみましょう。これはリーチングゲームの基本的な流れです。まず、画面左側の1ゲームの説明では、猫が、これからゲームを開始しますと案内しています。次に、中央の2ゲームを実施の場面です。画面に表示されたボールを、患者さんが手ではたいてタッチします。最後に、右側の3結果を表示するでは、各回の反応時間や平均反応時間が表示され、患者さんのパフォーマンスを確認できます。このプログラムの全体構造は、3つのキャラクタースプライトが連携して動いています。ステージ背景、ゲーム全体の進行を管理する司令塔の役割です。ボールターゲット、患者さんがタッチする対象となります。猫案内役、ゲームの説明や結果発表を行います。それでは、それぞれのコードを詳しく見ていきましょう。まず、1ゲーム進行の管理ステージのコードです。ステージは、ゲームのメインループを制御します。具体的には、初期化と説明、ゲームの準備を行います。ループ処理、回数10回繰り返します。ターゲットの配置、ボールの X 座標 px と Y 座標 py を-200から200、-150から150までの乱数にすることで、ランダムな位置にボールを決定します。待機、2から5秒のランダムな時間待機します。測定開始、タイマーをリセットし、指定位置にボールを表示するという合図を送ります。データ記録、反応時間をタイマーから取得し、それを測定値リストに追加して保存します。これらのブロックが連携してゲーム全体の流れを作っています。次に2、触れたことの検知ボールのコードです。ボールは自分の上で動きがあったかをひたすら待ち続けます。指定位置にボールを表示するというメッセージを受け取ると、ステージが決めた X 座標と Y 座標に表示されます。そして、最も重要なのが、スプライトのビデオのモーション、30まで待つというブロックです。これこそが AI の目です。ボールの上で一定以上の動きが検知されるまで、ここで待ち続けます。動きを検知したら、ポップという音を鳴らして隠れる、という一連の動作を行います。これにより、患者さんのタッチを正確に捉えることができます。続いて、3利用者への案内猫のコードの解説です。これは猫のコードの前半部分です。猫は、プレイヤー、つまり患者さんとのコミュニケーションを担当します。ゲーム開始前には、これからゲームを開始します。画面の中にボールが表示されたら手で触れてください。と音声とテキストでゲームのルールをわかりやすく説明します。ゲーム終了後には、ゲームが終了しました、と伝え、結果を表示する準備をします。これにより、患者さんが安心してプログラムに取り組むことができるようサポートします。そして、4データ収集と結果の提示猫のコードの後半部分です。猫は、ゲームで集めたデータを分析し、患者さんにフィードバックする役割も担います。合計と平均の定義ブロックでは、ステージが記録した反応時間のリスト測定値を使って、合計と平均値を計算します。そして、ゲームが終了すると、平均反応時間は〇〇秒です、と、音声とテキストで結果をフィードバックします。これにより、患者さんは自分の頑張りや進歩を客観的に確認することができます。これからゲームを開始します。画面の中にボールが表示されたら手で触れてください。それではゲームを開始します。
ゲームが終了しました。平均反応時間は 0.95 秒です。このプログラムで得られる平均反応時間は単なるゲームのスコアではありません。このデータから何がわかるのでしょうか。それは運動企画実行能力の指標となります。ターゲットの出現を認識し、腕を動かし始めるまでの一連の処理能力を反映しているのです。また、治療効果の可視化にもつながります。リハビリを継続し、この平均反応時間が短縮されれば、それは脳機能や運動機能の改善を示す客観的なデータとなり得ます。今回のプログラムは基本形ですが、ここからさらに発展させるヒントとして、AI による難易度の自動調整が考えられます。AI が患者さんのパフォーマンスを分析し、最適な課題レベルを自動で提供することができます。具体的には、成功が続けばターゲットを小さくしたり、出現スピードを上げたり、失敗が続けばターゲットを大きくしたり、体の中心に近づけたりします。これにより、簡単すぎず、難しすぎない、絶妙な挑戦を患者さんに促すことが可能になります。このスライドはまとめです。現代のリハビリテーションは、モチベーション、個別性、評価の3つの壁に直面しています。今回提案したスクラッチで作る、リーチングゲームのようなツールは、ビデオモーションセンサーと AI による難易度自動調整を核として、これらの課題を解決する可能性を秘めています。楽しく、個別化されたリハビリを通じて、患者さんとセラピスト双方を支援し、遠隔リハビリなど、次世代の臨床への扉を開くことでしょう。